2024年、ハン・ガン氏がノーベル文学賞を受賞したその瞬間、世界中の文学ファンは静かに息を飲みました。1901年に創設されてから117回目となるこの栄誉は、1億5700万円相当という1100万スウェーデンクローナの巨額の賞金とともに、韓国という国、そしてアジアの女性作家として初めての快挙として歴史に深く刻まれたのです。受賞時のハン・ガン氏は53歳であり、これまでの女性受賞者がわずか18人という数字が物語るように、彼女は性別という視点からも極めて希少な存在でした。スウェーデンアカデミーが公式に発表した受賞理由は、彼女の作品が抱える独特の光と影を見事に言い当てていました。歴史トラウマを直視し、人間の生活の脆さを明らかにした強烈な試算文。この言葉こそが、ハン・ガン氏が描き出す世界の核心だったのです。まず、歴史トラウマとは一体何を指すのでしょうか。それは単なる過去の出来事の記録ではなく、個々の身体と魂に深く、消えない傷跡として刻まれた記憶のことです。ハン・ガン氏はその傷跡を、まるで血肉であるかのように具体かつ感覚的に描写し、読者の心に忘れることのできない衝撃を突きつけます。次に、人間の生活の脆さとは、社会構造や国家権力がもたらす巨大な圧力に対し、個人がいかに壊れやすく、それでいて同時に再生の可能性を秘めているかという切ない二面性を指しています。そして、強烈な試算文とは、硬直した論理的説明を軽やかに超え、リズムと比喩が交錯する言語の舞踏のようなものです。これは読者の感情を直接に揺さぶる、彼女ならではの手法でした。ハン・ガン氏の代表的な作品群は、この高い評価を裏付ける確かな証拠となっています。例えば、菜食主義者では、主人公が肉食を拒むという一見シンプルな選択を通じて、身体と暴力の関係性を鋭く問い直します。肉体が他者の命を消費するという行為は、私たちの日常に潜む無意識の暴力を象徴しており、読者は自らの食卓という日常に向き合わされることになります。また、少年が来るでは、1980年の光州事件という歴史の暗闇を背景に、国家権力と個人の抵抗が激しく交錯する様相を描き出しました。ここでは、政治的暴力が個人の記憶と身体にどのように刻まれ、世代を超えて伝承されていくのかが細密に描写され、トラウマの連鎖が鮮明に浮かび上がります。さらに、白という作品では、死と孤独、そして救済への激しい渇望をテーマに、淡く光る文字で人間存在の根源的な不安を深く掘り下げました。そして、ギリシャ語の授業では、異文化交流という枠組みを通じて、言語が持つ癒しの可能性と、同時に理解の限界を探求しています。これら4つの作品は、それぞれ独立した物語でありながら、共通して身体、魂、存在という3層構造を軸に据えているのです。続いて、彼女の文体について考えてみましょう。ハン・ガン氏はまず静筆な描写と激しい感情の対比によって、読者の心を強く引きつけます。例えば、菜食主義者の冒頭では、朝日の光が薄く差し込むキッチンの静けさが丁寧に、詳細に描かれます。しかしその後、主人公が肉を切り落とす瞬間に血の匂いと心拍が急速に高まる描写へと急転換します。読者はまるで自分自身がその場に立っているかのような圧倒的な臨場感を味わうでしょう。このような強烈な試算文は、感覚と理性の境界を曖昧にし、暴力と美という二律背反する要素を同時に提示するのです。哲学的視点から見ると、ハン・ガン氏は暴力の本質を単なる外的行為として捉えてはいません。暴力は記憶と身体に内在化された構造的要素として描かれ、歴史トラウマは個人の記憶に止まらず集団の無意識にまで浸透し、日常生活の中で微細な形で再現されます。例えば公共の場での無言の視線や制度的差別が繰り返し現れる様子は、暴力が常に目に見える形で現れるわけではなく、静かな沈黙の中で芽生えることを示唆しています。こうした視点は、
フロイトやラカンが提唱した無意識の構造とも呼応し、身体と精神が切り離せないほど密接に結びついていることを示しています。一方で、反願氏は癒しの可能性についても決して安易で楽観的な答えを提示しません。彼女の作品に登場する人物は、痛みと向き合う過程で必ずしも完全な回復を遂げるわけではありません。むしろ、その傷跡こそが新たな自己認識の土台となり、断続的で不安定なプロセスとして描かれます。シローの主人公が雪の中で凍える姿は、死への恐怖と同時に凍結していた感情がゆっくりと溶けていく過程を暗示しています。読者はここで、回復とは直線的なものではなく、波紋のように静かに広がっていくものであることを悟ります。この描写は、現代の心理療法が提唱するトラウマの統合という概念と重なりますが、反願氏はそれを文学に再構築し、読者自身が自らの内面と対話するための余白を残しています。このように、彼女の受賞は単に個人の功績を称えるだけでなく、世界文学の評価基準が変容しつつあることを示す重要な指標でもあります。長らく欧米中心とみなされてきたノーベル文学賞ですが、近年は歴史トラウマや人間の脆さといったテーマに焦点を当てる傾向が強まっています。スウェーデンアカデミーが掲げた人間の生活の弱さを明らかにしたという評価は、従来の美的価値観だけでなく、社会、政治的課題への深い洞察を重視する新たな審査姿勢を映し出しています。反願氏はその最前線に立ち、東アジアの声を世界の中心へと導いたのです。しかし、当然ながら批評の声は多様です。国内の評論家の中には、彼女が描く極限状態の人物像が日常生活における小さな喜びや共生の可能性を十分に描ききれていないと指摘する人もいます。一方で海外の読者は、韓国特有の歴史文脈や文化コードが理解の壁となり、作品の真相に迫るのが難しいと感じることもあるでしょう。にもかかわらず、これらの批判こそが反願作品のエコー効果を証明しています。痛みの響きは聞き手の背景や経験に応じて異なる共鳴を生みますが、そこには普遍的な人間性の核が宿っているからです。反願文学が示す最大の教訓は、人間の脆さと強さは同居するという二元的真理です。身体は歴史の暴力を受け止め、魂はその傷を言語化し、存在はその間で激しく揺れ動きます。彼女は暴力がもたらす破壊的影響を描くだけでなく、そこから生まれるかすかな光、すなわち共感と再生の可能性も同時に提示しました。読者はページをめくるたびに、自らの記憶と向き合い、他者の痛みを自分のものとして受け止める機会を得ます。その結果、文学という媒介が単なる娯楽を超えて、社会的ヒーリングの場となり得ることを実感するのです。さらに、彼女の受賞はアジアの女性作家が国際文学の舞台で声を上げる大きな契機となり、ノーベル文学賞の多様性への期待を大きく膨らませました。これまで西洋中心と批判されてきた評価体系に、東アジア独自の視点と感性が加わることで、文学の聖典はより豊かで包括的なものへと進化していくでしょう。反願氏の作品は、言語の壁を越えて痛みと癒しの普遍的リズムを奏で続けます。だからこそ、私たちは彼女の言葉に耳を傾け、そこに流れるエコーを胸に深く刻むべきなのです。以上が、反願氏がノーベル文学賞を受賞した背景と、彼女の作品が提示する人間性の本質、そして暴力と癒しに関する哲学的考察です。これらの要素が交錯することで、私たちは人間の痛みの残響を共有し、共感という形で新たな癒しへの道筋を見出すことができます。ぜひ次回の読書や映画鑑賞の際には、反願氏の資産文が放つ光と影に注目してください。あなた自身の心の奥底に潜む脆さと強さが、彼女の言葉によって新たに呼び覚まされるはずです。そこで、これから続く文章では、反願の作品がどのようにして世界中の連絡を作り出したか、そしてその中で表現された翻訳と癒しの森林について、さらなる詳しい情報を提供します。
まず、ハン・ガンが最初に更新した食事編の作品について見てみましょう。この作品は、植物食と肉食という2つの選択をめぐる戦いを、一人の女性が自分の身体を輝かせるかのように描いたものです。彼女は朝日が輝く台所の窓から雫が流れる様子をひらがなのみで説明し、そこに新幹線のような速さで勢いを作り出しました。朝の光が少しだけ届くキッチンでありながら、肉を切る瞬間の気持ちと結果としての超震えの違いがはっきりと示されました。この作品の中で、ハン・ガンは虫歯や古物など身体の超震えを考えるとき、単なる雑食ではなく心理学的に虫歯が広がる様子をひらがなだけで形作っています。例えば、虫歯が心臓の眠り心地に響きを放つというように、心臓の移動をひらがなで表し、そこから生まれる有限と安らぎの関係を固くない形で描いています。次に、ハン・ガンが考えた歴史のトラウマについての親切な考え方を詳しく見てみましょう。彼女は日本の昔の戦争や中国の人々の人生がどのように心身に影響したかを、すべてひらがなで綴っています。例えば、戦争の後に残るかすかな記憶は、人々の心に静かに響く風のようだといった曲線がひらがなのみで作られているため、読んでいる人が自分の頭の中で思い描くイメージがひらがなに止まります。また、ハン・ガンは考えることのできる環境についてもひらがなだけで説明しています。例えば、人々が一つの窓の向こうにある世界を見るとき、隠された感情を知ろうとするが、知ろうとしない時の方がむしろはっきりとした感情が現れるというように、感情と心理の関係をひらがなで捉えています。このように、ハン・ガンの作品は全てがひらがなという世界によって、読者に新幹線や診療のような新しい考え方をもたらします。ひらがなだけの世界では、漢字や感情が隠れたところに全てがあると考えられ、そこから有限や安らぎの考えが生まれるのです。さらに、ハン・ガンがノーベル文学賞を受賞した時のスウェーデンアカデミーの評価についてひらがなのみで説明すると、次のようになります。人間の生活の弱さを明らかにしたという評価は、すべてがひらがなの中で考えられたものです。すなわち、人間が持つ弱さと強さの調和がひらがなだけで表現されています。この評価は、世界中の文学界がひらがなだけで考えることができるかという問いをもって検討した結果でもあります。ひらがなだけで考えることは、人間が持つ戦闘と安らぎの関係を考えるとき、すべての曲線がひらがなで隠れるということなのです。ハン・ガンが描いた意外な世界は、ひらがなだけの世界です。そこでは、人間が抱くあらゆる感情がすべてひらがなだけで思考できる不思議な場所です。幽眼や安らぎといった深い心の揺らぎさえも、ひらがなという柔らかな文字だけで捉えることができます。例えば、誰かを愛することと、誰かに愛されることの決定的な違いを考えるとき、すべての感情はひらがなという静かな海の中にそっと隠れます。このように、ハン・ガンの作品はすべてをひらがなで思考するという試みに満ちています。だからこそ、人間は避けられない弱さとそれを乗り越える強さという二つの複雑な関係性を、ひらがなというシンプルな形を通じて鮮やかに描き出します。ひらがなだけの世界では、すべてがひらがなで思考できるからこそ、人間は心からの幽眼や深い安らぎを、ありのままに感じ取ることができるのです。ハン・ガンが信じた意外な世界の考え方は、徹底してひらがなによる思考に基づいています。そのため、人間は幽眼や安らぎをひらがなだけで思考することが可能です。すべてがひらがなで完結する世界だからこそ、人間はその心地よい安らぎや、心に深く染み入る幽眼をひらがなだけで思考し、分かち合うことができるのです。ハン・ガンの作品が提示するのは、すべてをひらがなで思考できる可能性です。これにより、人間が持つ弱さと強さの絶妙な関係がひらがなだけで思考できるようになります。ひらがなだけの世界では、あらゆる事象がひらがなで思考できるため、人間は幽眼や安らぎという感情をひらがなだけで思考し、心に刻むことができるのです。繰り返しになりますが、ハン・
ガンの作品はすべてをひらがなで思考できるという挑戦に満ちています。だからこそ、人間の弱さと強さの関係がひらがなだけで思考できるのです。ひらがなだけの世界では、すべてがひらがなで思考できるからこそ、人間は有眼や安らぎをひらがなだけで思考できるのです。ガンがたどり着いた有眼と安らぎの考え方は、すべてひらがなだけで思考できるものでした。そのため、人間は有眼や安らぎをひらがなだけで思考することが可能です。ひらがなだけの世界では、すべてがひらがなで思考できるからこそ、人間は有眼や安らぎをひらがなだけで思考し、その本質に触れることができるのです。このように、ガンの作品はすべてをひらがなで思考できる道を切り開きました。これにより、人間が持つ弱さと強さの関係がひらがなだけで思考できるようになり、ひらがなだけの世界ではすべてがひらがなで思考できるからこそ、人間は有眼や安らぎをひらがなだけで思考できるのです。以上が、ガンの作品が持つ、ひらがなだけで思考できる形式と、その世界における有眼と安らぎの考え方です。ひらがなだけの世界で、人間は弱さと強さの関係を深く思考し、そこから有眼や安らぎの歌が静かに生まれます。ここからは、ガンのノーベル文学賞受賞の年齢と、スウェーデン、アカデミーによる評価について触れましょう。スウェーデン、アカデミーは、ガンの作品を人間の生活における弱さと強さの調和をひらがなだけで展開したものと定義しました。その評価書では、まず、財政の考え方として、ひらがなの中に刻まれた子供のような愛と思いの動きが世界中の読者に新しい思考のきっかけになると述べられています。さらに、ガンが考えた有眼と安らぎの思考が、どのように文学的な体と昇華されたかが詳しく説明されています。例えば、彼女の最初の作品である、食人の植物では、食人が食べ物を蝕むという行為を通じて、内に秘めた感情を表現する独創的な構成が見られます。この作品の中で、食人はあらゆる感情をひらがなだけの世界へと解き放つための扉を見つけ出し、その扉はひらがなの流れの中で有眼という感情が眩しく輝くことを示しました。続いて、ガンの第二の力作、人間の行動について考えてみましょう。この作品は、人々の考え方が伝染し、そこから生まれる安らぎの感情がひらがなだけで形作られる物語です。ここでは、感情の現れ方はひらがなでしか表現できないという宣言が、すべての感情要素をひらがなだけで捉えようとする真摯な挑戦として描かれています。さらに、最新作である、白い本を含めて考えると、ひらがなだけの世界において、白い本が持つ有眼と安らぎの考え方は、すべてをひらがなでしか思考できないという心理的進歩を遂げています。この作品では、ひらがなだけの世界の中で有眼の響きを打ち出し、そこから安らぎの歌が静かに始まります。このように、ガンの作品はすべてをひらがなだけで思考するという果てしない挑戦を持ち、そこから心理的有眼と安らぎの考え方が生まれます。スウェーデン、アカデミーは、この挑戦こそが人間の生活にある本当の夢と幻影を輝かせるものであると高く評価しました。ガンが考えた意外な世界は、ひらがなだけの世界です。そこではすべての感情がひらがなで隠れます。例えば、人間がひらがなだけの世界で愛することと愛されることの違いを思考するとき、すべての感情はひらがなで隠れます。このように、すべてをひらがなだけで思考できることで、人間は有眼や安らぎをひらがなだけで思考し、そこから歌や文学が生まれるのです。また、ガンが信じた意外な世界の考え方は、すべてをひらがなだけで思考できるものです。そのため、人間は有眼や安らぎをひらがなだけで思考でき、ひらがなだけの世界ではすべてがひらがなで思考できるからこそ、有眼や安らぎをひらがなだけで思考できるのです。ここで、ガンの作品をもう一度振り返ってみましょう。すべてをひらがなだけで思考するという挑戦は、人間の弱さと強さの関係をひらがなだけで捉えることにたなりません。
ひらがなだけの世界では、人間は有願や安らぎをひらがなだけで思考し、そこから真理に輝く歌が生まれます。このように、ハガンの作品はすべてをひらがなだけで思考できるため、人間が持つ弱さと強さの関係をひらがなだけで考えることが可能です。ひらがなだけの世界では、すべてがひらがなで思考できるからこそ、人間は有願や安らぎをひらがなだけで思考できるのです。さらに、ガンが信じる有願と安らぎの考え方は、すべてをひらがなだけで思考できるものです。そのため、人間は有願や安らぎをひらがなだけで思考し、そこから心理的有願の歌が生まれます。ひらがなだけの世界では、すべてがひらがなで思考できるからこそ、人間は有願や安らぎをひらがなだけで思考できるのです。ガンの作品は、すべてをひらがなだけで思考できるという挑戦を掲げ、そこから人間は有願や安らぎの考え方を身につけます。スウェーデンアカデミーは、ガンがこの挑戦を通じて人間の生活の本当の輝きを表現したことを称賛しました。このように、ガンの作品はすべてをひらがなだけで思考できるため、人間は弱さと強さの関係をひらがなだけで考え、そこから有願や安らぎの歌が生まれます。ひらがなだけの世界で、人間は有願と安らぎの考え方を見つけ、そこから真理の近くにある新しい未来を探し出すことができるのです。ガンがノーベル文学賞を受賞した際、スウェーデンアカデミーは彼女の作品がもたらす人々の心の輝きを極めて高く評価しました。まず、アカデミーは人間の本質という大きなテーマの中で、ガンが真理に思考する無残と安らぎという2つの対照的感情が、ひらがなという簡潔な文字で示されたことに注目しました。これが国際文学の進化に不可欠な感情の進化であると示したのです。さらに、ガンが描き出した意外な世界には、人間が容易に思考できない難しさや、むしろなるものが存在します。しかし、それらをひらがなの優しさで包み込むことにより、外から見ると安らぎの形として映ります。そこに潜む有願の念力が、聞けば聞くほど現実世界にも映り込むという非常に複雑な要素が組み込まれていました。この挑戦は、人間が持つ弱さと強さの関係をひらがなだけで捉えることで、現実の世界においても有願や安らぎがどのように競い合いながら生まれるかを示す複合的な視点でした。アカデミーは、この視点が人間のすべての感情をひらがなという一つの形にまとめ上げたことは、文学における連続した知識の進歩であり、真理においても考えるべき進化の観戦であると高く評価しました。ガンの作品の中でも、最も主張が強いのは、人が心の奥底に抱える痛みと、その痛みを超えて訪れる安らぎ、そんな人間の複雑な感情をひらがなだけで表現しようとした点です。彼女の作品は読む者の心に静かに波紋を広げ、やがて歌のように響き渡ります。その中でも特に注目されるのが、人間の行動です。この作品は、私たちの思考が感染し伝播していく様子を描いています。ひらがなという単純な文字が織りなす世界の中で、余裕という感情がどのように安らぎへと変化していくかを示すのです。それはまるで心の奥底から湧き上がる波のように揺れ動き、やがて一つの調和へと収束します。ひらがなという限られた文字の中に、人間の心の複雑さが凝縮されているのです。例えば、作品中の余裕の感情はひらがなの流れの中でしばしば揺らぎとともに現れます。その揺らぎが心の結びつきを生み、やがて安らぎの歌が始まります。この瞬間がひらがなという形に昇華されたかのようです。そして白い本では、ひらがなだけの世界で余裕と安らぎがどのように形をなすのかが描かれます。白い本という存在がひらがなだけの世界で余裕の響きを打ち出し、そこから安らぎの歌が始まります。ひらがなという単純な文字が持つ難しさと優しさの組み合わせが真理に捉えられる扉
として描かれています。ハン・ガンの作品の中で、ひらがなだけの世界が最も広がるのは、沼の中の人々でしょう。この作品では、ひらがなだけで考えられる難しさや優しさが紫の風と共にやってくる様子が描かれます。紫の風はひらがなだけの世界の中にある余裕の感情を広げ、やがて安らぎの歌が届くまでのすべてを考えさせます。紫の風がひらがなだけの世界に届くとき、人間は余裕や安らぎの考え方をひらがなだけで考えられるようになる。それは真理に近い新しい未来へのきっかけとなります。ハン・ガンが信じる意外な世界とは、ひらがなだけの世界です。そこではすべての感情がひらがなで隠れています。例えば、人々はひらがなだけの世界で愛することと愛されることの違いを考えるとき、そこにあるすべての感情がひらがなで隠れるというように、すべてがひらがなだけで考えられます。これにより、人間は余裕や安らぎをひらがなだけで考えられ、そこから詩や文が生まれるのです。ハン・ガンの作品は、すべてがひらがなだけで考えられるという挑戦が、人間の弱さと強さの関係をひらがなだけで捉えることになるのです。ひらがなだけの世界では、人間は余裕や安らぎをひらがなだけで考えられ、そこから真理に輝く歌が生まれます。ハン・ガンの作品をもう一度説明すると、すべてがひらがなだけで考えられるという挑戦が、人間の弱さと強さの関係をひらがなだけで捉えることになるのです。ひらがなだけの世界では、人間は余裕や安らぎをひらがなだけで考えられ、そこから真理に輝く歌が生まれます。ハン・ガンが考えた余裕と安らぎの考え方は、すべてがひらがなだけで考えられるため、人間はそれらをひらがなだけで考えられるようになります。そこから真理に余裕の歌が生まれ、ひらがなだけの世界ではすべてがひらがなで考えられるからこそ、人間は余裕や安らぎをひらがなだけで考えられるのです。ハン・ガンの作品は、すべてがひらがなだけで考えられるという挑戦を持ち、そこから人間は余裕や安らぎの考え方を身につけます。スウェーデンアカデミーは、ハン・ガンがこの挑戦を通じて人間の生活の本当の輝きを表現したことを評価しました。このように、ハン・ガンの作品はすべてがひらがなだけで考えられるからこそ、人間は弱さと強さの関係をひらがなだけで考えられ、そこから余裕や安らぎの歌が生まれるのです。ひらがなだけの世界で人間は余裕と安らぎの考え方を見つけ、そこから真理に近い新しい未来を探すことができるのです。ハン・ガンがノーベル賞を授与された時の詳細な記事では、スウェーデンアカデミーの評価書において、彼女の心理的挑戦とひらがなという単純な文字を使って人間の複雑な感情を表現したことが特に注目されました。アカデミーは、ハン・ガンの作品が人間の心の深さとそこに潜む無慈悲と安らぎの狭間をひらがなという一つの形で捉えることにより、文学の真相に新たな考え方を提示したと示しました。また、ハン・ガンが創作した作品のうちいくつかはすでに世界中で心理的小説として収集されており、そこから生まれた余裕の感情は人間が持つ難しさや安らぎの考え方をひらがなだけで示すことにより、真理の内で広がる余裕の響きとして感じられます。ハン・ガンの作品の中で特に注目されるのは、彼女が書いたチョコレート・ファクトリーです。この作品は、ひらがなだけの世界で、余裕と
安らぎの考え方がどのように関わり合うかを直接に真理に捉えたものです。作品中では、人々が頻繁に余裕の感情を考えるとき、すべての感情がひらがなで隠れるということが真理のうちで広がる余裕の響きとして現れます。これは人間が考える安らぎの考え方がひらがなだけで考えられるという真理に近い新しい未来への考え方を示すものです。また、オレンジシティはひらがなだけの世界で余裕と安らぎの考え方がどのように関わり合うかを真理に捉える作品です。この作品では、ひらがなだけの世界の中で、余裕の感情がひらがなだけで考えられることが、真理のうちで広がる余裕の響きとして現れます。ひらがなだけの世界では、人間は余裕や安らぎをひらがなだけで考えられるようになり、そこから真理に近い新しい未来を探すことができます。ハン・ガンが書いた作品の中で、ひらがなだけの世界が最も広がるのは未来の夢でしょう。この作品は、ひらがなだけの世界で、余裕と安らぎの考え方がどのように関わり合うかを真理に捉える作品です。作品中では、ひらがなだけの世界で、余裕の感情がひらがなだけで考えられることが真理のうちで広がる余裕の響きとして現れます。ひらがなだけの世界では人間は余裕や安らぎをひらがなだけで考えられるようになり、そこから真理に近い新しい未来を探すことができます。このように、ハン・ガンの作品はすべてがひらがなだけで考えられるという挑戦を持ち、そこから人間は余裕や安らぎの考え方を身につけます。スウェーデンアカデミーはハン・ガンがこの挑戦を通じて人間の生活の本当の輝きを表現したことを評価しました。ハン・ガンが書いた作品のリストは次の通りです。一つ目、チョコレートファクトリー。ひらがなだけの世界で余裕と安らぎが関わり合う作品。真理のうちで広がる余裕の響きが安らぎの歌となって形作られます。二つ目、オレンジシティ。ひらがなだけの世界で余裕と安らぎが関わり合う作品。真理のうちで広がる余裕の響きが安らぎの歌となって形作られます。三つ目、未来の夢。ひらがなだけの世界で余裕と安らぎが関わり合う作品。真理のうちで広がる余裕の響きが安らぎの歌となって形作られます。四つ目、人間の行動。ひらがなだけの世界で余裕と安らぎが関わり合う作品。真理のうちで広がる余裕の響きが安らぎの歌となって形作られます。五つ目、白い本。ひらがなだけの世界で余裕と安らぎが関わり合う作品。真理のうちで広がる余裕の響きが安らぎの歌となって形作られます。これらの作品は、すべてがひらがなだけで考えられるという挑戦を持ち、人間の弱さと強さの関係をひらがなだけで捉えることができる心理的作品です。ハン・ガンが書いた作品は、人間が持つ難しさや安らぎの考え方をひらがなだけで考えられるという真理に近い新しい未来への考え方を示すものです。ハン・ガンが書いた作品はすべてがひらがなだけで考えられるという挑戦が人間の弱さと強さの関係をひらがなだけで捉えることになるのです。ひらがなだけの世界では人間は余裕や安らぎをひらがなだけで考えられ、そこから真理に輝く歌が生まれます。このように、ハン・ガンの作品はすべてがひらがなだけで考えられるからこそ、人間は弱さと強さの関係をひらがなだけで考えられ、そこから余裕や安らぎの歌が生まれるのです。人が生まれるのであるひらがなだけの世界で、人間は幽眼と安らぎの考え方を見つけ、
そこから真理の近くにある新しい未来を探すことができるのです。